ゆうべさ、俺たちファミレスで目玉焼きハンバーグにライス、ドリンクバーのセットで作戦会議やったじゃん。そうだね。なぜか私がおごらされたっていう。あれ、キューリズム的には俺がおごったことになってるんだけどな。レシートは私のクレジットカード利用になってるよ。それはすまんな。先月あんまりシフト入ってなくて金欠なんだよ。量子ベイズ主義は所詮ご都合主義って話もあるんだぜこれ。ご都合主義なのはあなたであってキュービズムじゃないわよ。私とあなた、レシートという複数の観測事実としてその場で確定した客観的事実で、物理学ではそれをすっとぼけというのだよ。さて、今日はそのすっとぼけが物理学的に本当にありかもしんないという話。どういうこと？今回の結論を先にレコードしちゃうとね、2018年にノーボー定理という量子力学の根幹にかかる重大なバグが発表されて、さらにそれを厳格化したローカルフレンドリネス不等式という2020年の実証実験で宇宙 OS の最も深い部分に論理のショートが実際に起きていることが確定してしまったの。みんなで同じ事実を共有すること、AOE と自分の意思で行動を選ぶこと、自由選択。この当たり前の2つを同じマザーボードにマウントすると、数学的に全然計算が合わなくなる。つまりどちらかは嘘、エラーだと認めなきゃいけなくなったんだよ。何それ？要は量子力学ぶっ壊れてるぜってこと？まあそういうことだね。答えがないのが答え、みたいなぬるい話じゃないんだよ。さてここからは2018年発表のカーネルバグ、ノーボー定理を土台にした2つの実験を追っていくよ。前に拡張ウィグナーの友人実験の話をしたの、覚えてる？密室に閉じ込められた友人が粒子を測定するやつだったか。そう。簡単に言うとこういう実験、密室の中にいる友人が光子を測定して健康状態は縦方向だったと記録する。友人にとってこれはもう確定した事実。でもその密室から送り出された光子に別の測定をすると、まるでその粒子がまだ測定されていない重ね合わせのままみたいに振る舞うの。中の友人はちゃんと縦だったって記録してるのに、お前測定せずに記録捏造しただろって嘘つき呼ばわりされるやつか。そう、友人にとっての確定した事実と外から見た状態を単一の客観的事実として両立させるのは極めて困難っていう結果が実際の実験2019年で出ちゃったの。今回はこの結論だけ持っていればわかる話なんだけど、この実験の詳しいセットアップはキュービズムの動画、拡張ウィグナーの友人実験でやったので、気になる人はそちらもどうぞ。要するにぼっち、局所性と自由選択を維持するなら、観測者全員に共通する絶対的な事実は作れないってことだな。そういうこと。刑事ドラマ風に言うと、一人で部屋にいて測定し、結果を記録したではアリバイは成立してない。なあ、いきなりつまんねえ話していいか？どうぞ。ウィグナーの問いは、猫の死を悲しんでいる友人を見た私が、猫の生を喜んでいる友人を観測している。量子力学はそんな奇妙なことがあっても主要だと言い張るつもりなのか、ということであって、この実験はウィグナーの友人のパラドックスに真正面から答えてないんだぜ。実質不可逆な環境でコヒーレンスで作られている。マクロ世界の物理法則にガッチガチに縛られた友人を、光子1個の自由度に置き換えた実験で、この宇宙に客観的事実は存在しないはいくらなんでも暴論なんだぜ。家賃6万円管理費4万円のぼったくり賃貸物件かよ。鋭いね。そうなんだよね。これは物理学者の中でも意見が分かれていて、実際そのような批判もあるし、友人が重ね合わせ状態のまま保たれるという実験のセットアップ自体が現実の人間には到底再現できないんだよね。2019年のプロイエッティラのこの実験はその前年、2018年にブルクナーが提示した観測者独立の事実に関するノーボー定理という理論的枠組みを実証したものなんだけれども、そこにある前提は、量子力学がどんなスケールにも当てはまるなら、可逆的に振る舞う量子系そのものを観測者として扱っていいというものだったの。ノーボー定理って、これはある前提を全部受け入れると必ず矛盾が起きますよっていう証明のことなの。で、この一連のノーボー定理、実は全部ある一つの前提の上に乗っかってる。それが量子を観測者と置き換える設定か。そう、量子力学の根本原理、ユニタリ性が絶対であるという大前提がこのノーボー定理の根幹なんだよ。だから数式上の破綻もなく、観測者が持つ意識を量子系として扱う前提を良しとしてる。良しとしてるのは証明できないけど、そういうことになるはずっていう願望だろ。
はは、そうだね。つまり彼らが言いたいのはこういうこと。宇宙 OS の基本コード、量子力学がマクロな存在までを対象に含んでいる以上、論理的な不整合、バグがカーネルレベルで存在しているという事実を受け入れなくてはならない。それってさ、観測者スケールまで量子力学のユニタリ性が効いてるっていい。物理学の都合の話だろ。だったらなおのことさっさとウィグナーの問いに答えないといけないんじゃないの。濃合定理、今の物理学に出せる精一杯の答えがこれなの。だからそれがぼったくり物件だって言ってんの。獲得不動産かよ。人間の友人を講師に置き換えたことで実験としては可能になった。でもその瞬間に意識を持つ友人というウィグナー本来の問題を完全に検証したことになるのかという疑問だね。そうだよ。そこまで言うならウィグナーの問いに対してもユニタリ性をとことん貫いて奇妙な現象を証明してみせろってことだよ。あいにくだけど物理学はその愚直な問いに対してまっすぐに答えるという選択肢を数学的に封じ込めちゃったんだよね。封じ込める？どういうことだぜ。2019年の実験には主観が全てという解釈の余地があった。さっきから言ってるキュービズムがそうだね。でもその翌2020年、グリフィス大学のグループであるボンたちのチームが発表したローカルフレンドリネス局所的有効的不等式にはもっと逃げ場がないの。彼らはベルの不等式をこのぼったくり物件の契約書に組み込んじゃったんだよ。アインシュタインが必死に訴えた局所的実在論をカントなきまでに叩き潰したあの最強のデバッグコードか。似てるけどはるかに過激というのはベルの不等式が使ってた前提よりもっと控えめで疑いようのない前提をテストしようってことなの。彼らが突きつけたのは宇宙 OS の整合性を保つための3つの条件。1、AOE、観測された出来事の絶対性。起きたことは全観測者にとって全く同一の確定データであること。私がハンバーグをおごってあなたがおごられたこのログは宇宙共通のもので書き換え不能であるという前提ね。ずっとボケは許さねえってことだな。そうそう、次回は私におごってね。じゃあ次にローカルエージェンシー、局所的な介入可能性。測定設定が遠くの物理系や過去の隠れた変数によって不当に制約されていないこと。ここでの選択は高速を超えた遠くの出来事によって勝手に操作されないこと。アンドロメダ銀河で誰かがくしゃみをした瞬間にその影響であなたがやっぱりライス大盛りに指を動かされるなんていう、そんな外部からの強制割り込みはないってことよ。待てい、今の大盛りを選ぶ自由って俺自身の自由意志の話か。物理学でそんなもん証明できんのかよ。鋭い。ここが誤解されやすいバグなんだけど、物理学でいう自由選択とはもっと無機質なもの。正確には入力パラメータがシステム内の他の変数と統計的に独立しているかっていう話なの。哲学的な自由意志が存在するかとは別問題だよ。だから3つ目が必要。3、ノースーパーデターミニズム、超決定論の否定。さらに測定設定まで宇宙の初期条件によって完全に固定されているという超決定論も採用しない。あなたがハンバーグを選んだその指の動きは138億年前のビッグバンの瞬間にあらかじめ書き込まれていた予約済みスクリプトではない。つまり私たちの選択が過去という名のバックアップデータに縛られていないこと。これが3つ目のスイッチだよ。もしこの宇宙がこれら3つの条件が同時に成り立つことで全観測者共通の客観性を保証するんであれば計算結果はある一定の値 BLF を超えないはずなの。あ、ベルの不等式と同じで不等式が破れないのがあるべき姿ってことか。そうそう。従って宇宙がローカルフレンドリネスであるなら全観測者がその時の気分でどんな測定方法を選んでも BLF を超えないはずという仮説が成り立つ。なるほどなるほど。というわけで拡張ウィグナーの友人実験をアップグレードして講師を友人とみなしたローカルフレンドリネス不等式の原理実証実験が2020年に行われたの。アップグレード。そう、実はこのローカルフレンドリネス不等式も2019年の実験と同じ土台、つまりブルックナーが2018年に示した理論を引き継いでるの。2022年のリスマン・カバルカンティリーフェルによるソートフル LF 濃合定理論文ではこの実験を振り返ってこう書かれている。この定理にとって重要だったのは可逆的に振る舞う量子系は観測者とみなせるという前提だった。おい、また濃合定理かよ。一
一番ぼったくりなところを引き継いでどうすんだよ。まずローカルフレンドリネス不等式が本当の意味で問題にしてるのはウィーグナーの問いへの答えじゃなくて、観測者を量子系として扱うっていうノーゴー定理の前提そのものの妥当性を問うこと。つまりあなたの激おこポイントはこの実験結果が導く物理学の不条理につながる確信でもあるの。なので最後にじっくりやりましょうね。おう、じゃあさっさと実験だ実験。ウィグナーの友人を数式化した状況設定をノーゴー定理という矛盾の証明にまで拡張し、それを実証しようとした2019年のセットアップでは、友人から送られた変更状態測定済み格子を測定するウィグナー役に測定方法を任意で選ぶ特権が付与されていて、友人が書き込んだ情報をそのまま読み出すモードと、友人が入っている部屋ごと量子システムとして扱って干渉島を測る2モードを切り替えながらの測定だった。観測者の自由選択ってこの測定モード切り替えのことかい。そうそう、この2019年の実験はあくまでウィグナー役が観測者だからね。そしてローカルフレンドリネス不等式の原理実証実験では、2019年のセットアップでの友人役は最初に格子の観測を行って、ローカルな事実出来事を最初に確定させるノードとして振る舞う。実はこの実験2人じゃなくて4人必要なの。増えたな。もつれ格子の片側に2人ずつコンビになってる。1人は友人、密室の中で粒子を測定して事実を確定させるローカルノード役、もう1人は超観測者、ローカルノードの部屋ごと外から測定するかどうかを自由に選べる役、そして測定方法を任意に切り替えるスイッチをこのローカルノードにも導入しているのが一番大きなアップグレードで、これによって超観測者とローカルノードがそれぞれ自分の格子に対して同レベルの選択自由度を持つことになるの。なるほど、各自が自由選択で測定方法を決めると。そうそう、整理するとローカルノードになっている友人が粒子を測定して覚えた記憶が格子なの。記憶が格子、友人自身は人間のままでいいのか。そう、中の人が友人という役割は保ったまま、その記憶の部分だけを量子力学的に操作できる格子に肩代わりさせてるという構造。つまり中の人は人間で、そいつが観測したっていう実行ログだけを格子っていい、重ね合わせが可能な USB メモリに移して外へ放り投げたってことだな。その通り、超観測者はその記憶の格子をそのまま読み出すか、友人を記憶ごと重ね合わせとして扱うか、自由に選べるってわけ。要するに中の人が確定させたはずなのに、同じ自由選択ができる外のやつがそれをひっくり返せるかもしれないってことか。そうそう、2つの独立したペア、友人と超観測者がそれぞれの側で一度確定したはずの友人の記憶を超観測者が後から再評価するっていう構図を作るの。これをもつれ格子の両側2組で行って、両側の超観測者が出した結果同士の相関を何百回も集計するの。もともとは相関関係にあったはずのもつれ格子のペアがそれぞれ2つずつのノードを通過した結果がどうなったかを調べたってことね。細かい格子の数とか装置の作り方、実際は6個使うんだけどは正直この結論には関係ないから省くね。で、結果は、もしこの世界に共通の客観的事実があるなら、2人のデータの相関関係はある数値 DLF を超えないはず。 SLF はその限界値を思いっきりぶち抜いちゃったんだよ。つまり不等式はあっさり破れた。全然ダメじゃん。そう、2019年の実験では局所性と自由選択を守るなら観測者全員に共通する客観的事実は維持しがたいという結果が出た。2020年には客観的事実、局所的な自由選択、超決定論の否定、この3つを全部守ることはできないという結論になった。つまりそれぞれ孤独な現実をレンダリングするか、見えない糸でつながって身動きが取れない宇宙か、あるいは究極の超決定論宇宙、好きなの選べってこと。ひって、つまりこういうことか。熱時間仮説の観測者ごとに統計状態から時間がレンダリングされるというえに、ローカルフレンドリネスの客観的事実を全員で共有できないという問題を重ねると、時間は同期する相手がいないまま自分勝手に描画している処理の遅れ、
ってことになるのか。そういう見方もできるね。ただしここで実験が直接否定しているのは時間そのものじゃなくて、観測された出来事を全員に共通する一つの事実として扱えるという前提ね。なんだこれ、どうしたところでキュービズム大勝利じゃん。いやいや、そこまでは言ってない。キュービズムは AOE を捨てる側の一つの選択肢に過ぎないよ。ローカルフレンドリネス、局所的有効的不等式を用いた最新の実験は、観測者全員に共通する一つの客観的な出来事を物理理論に要求できるのか、そこに強烈な制限を突きつけた実験なんだよ。まとめると、観測された出来事は全員に共通するという AOE 実験の選択は遠くの過去に完全に縛られていないというローカルエージェンシー、そして超決定論を否定するという大前提、ノースーパーデターミニズムの3つ全部が同時には成り立たない。ざっくり客観的事実か自由選択かのどちらかは諦めろってことだよ。あれ、でも哲学的自由意志でネットの 0.5 秒の拒否権が入る余地はあるだろ。それがだね、リベットの実験そのものは何度も再現されてるんだけど、近年あの準備電位が本当にこれから来る決定を予測してるのかっていう拒否権の解釈自体に疑問が出てきてるの。単なる脳のランダムな揺らぎを後から準備として見ちゃってるだけかもしれないっていう説もあってね。そもそも脳科学っていう上位レイヤーの話で、物理学の言葉で厳密に定式化されたものじゃないし、宇宙 OS レイヤーを含んでいるローカルフレンドリネス不等式にそのまま組み込める話でもないんだよね。うっそーん、ひどくね。ほんとつまんない結論だな。でもなんでこんなどれかが嘘なんて間抜けな結論になるのかというと、物理学がユニタリ性っていう OS の美しさを守るために現実を理性にしてるからなんじゃないの。まあそういう話なんだけど、正確にはユニタリ性と客観的な測定結果を同時に守ろうとすると、どこかで帳尻が合わなくなるってことなんだよ。本来プログラムを操作する側意識と動作しているプログラム量子はそもそもフォーマットが違うだろう。それを無理やり一つのマザーボードにマウントしようとするから、 AOE 事実がバグったり自由意志がデリートされたり、辻褄合わせの茶番が始まるんだぜこれ。そう見えるよね。でも実際は全く逆で、むしろ意識とは何かという物理学の枠に収まりきらない別の大問題を取り込まないための数学的な防御線を複数張っているという方が現状には合ってるように思う。確かに量子力学黎明期の1930年代でもフォン・ノイマンは測定の連鎖について踏み込んだ議論をしてたけど、当時の主流派は意識なんて持ち出さなくても測定装置というマクロな古典的存在で実用上は十分だというスタンスを貫いてたし、デコヒーレンス理論以降の物理学は人間の意識を特別扱いしなくても測定結果らしきものが出現するところまでは説明できるようになった。でもね、それはあくまで見え方だけの話。なぜその一つの結果が実際に起きたのか、誰がそれを確定した事実として経験するのかは実は全然説明できてないのよ。結局連鎖の最後で確定したって言い切れる主体が今も昔も人間の意識なのは変わんないってことだろ。そうなんだよ、ウィグナーの友人。これは物理学の重大な歌詞の告発なんだよ。それでも物理学が60年以上も前のウィグナーの問いに未だに真正面から答えられていないのは、人間の意識で観測の連鎖が止まるなんてことになるとユニタリ性、情報の保存と可逆性、つまり物理学の最も美しいコードが壊れてしまうからであって、それを避けるために売られた喧嘩を買わない選択をし続けているからなんだよね。観測した人間の意識もろとも巨大な波動関数の中に閉じ込めてしまえという強引な設定の多世界解釈や拡張ウィグナー、確定事実を共有しないという選択肢を示したのが今回のローカルフレンドリネスであり、そんなもん鼻からぶん投げてるのがキュービズム。これらはユニタリ性が普遍法則でなくなるウィグナーの問いと絶妙に対立しない構図の中で進展しているんだよ。だからこの実験が突きつけた本当の問題は、意識が量子力学の中か外にあるじゃなくて、観測者が得た情報を宇宙全体で共有される一つの事実として扱っていいのかというもっと根本的な問題なんだよ。要するに宇宙 OS がバグってるんじゃなくて、慎重に地雷を踏まな
ないようにしてたら溺れるくらいでっかい犬のうんこ踏んだってこと。そういうこと。ここまで似てきた LF 不等式の破れとその重大な敗因となった濃合定理の前提から導かれた結論をまとめるよ。まず物理学者たちが絶対に手放そうとしないたった一つの土台がある。観測者もユニタリな量子形として記述できるという濃合定理の前提。これを動かさないと決めた瞬間、3つの LF 条件のうちどれか一つは必ず諦めなきゃいけなくなる。1、AOE、人間が私は結果を見たと経験し、それを全員に共通する事実と呼べること。2、ローカルエージェンシー、自分の意思で行動を選べること。3、ノースーパーデターミニズム、その選択が宇宙の初期条件にあらかじめ縛られていないこと。つまりユニタリ性を維持したままこの3つを全部同時に素朴に成立させようとするとどこかで必ず衝突する。だからこそ物理学は意識を完全に取り込むことも逆に完全排除もできずに、意識が得た結果を絶対的事実として扱うという一段階を保留し続けている。つまり数式と自分の意識、そもそもその2つを同じレベルの問いとして比較していいのかという問題なんだよね。ローカルフレンドリネス不等式の破れでそれが露見したんだよ。なんだよ、好きなの選べは物理学はこれ以上踏み込めないっていう実質敗北宣言じゃないかよ。アクロバットでリグナー回避した挙句にとんでもないケチがついたな。物理学は世界がバラバラだとか自由なんてないとか俺たちの現実をフェイク扱いするような結論は平気で出してくるくせに、真正面からリグナーの問いに答えてユニタリ性の限界を設定するっていう一番納得感ある選択肢だけはないんだよな。今回も全然すっきりしないけど、じゃあまたな。